先生、この度の歌うことは語ること、大変興味深く思いますが、そもそもこの歌うことは語ることとお考えになりましたその原点はどういったところにあるんでしょうか。そうですね、私はあまり声がある方ではなかったので、やはり、声に頼ってちょっと苦労したところがありますので、ある時やっぱり言葉が大事だということを自覚しまして、まず声ありきではなくて、言葉をまずきちっと語る、そのことが歌になるというまでにはやはり時間がかかりましたけれども、その結果は、今もこうして、現在も歌い続けております。声は年とともに枯れていくものではなくて、いつまでもコントロールできるものであると、そういうふうにこの語ることで実感をしております。やはり言葉に頼らず、どうしても自分の美しい声を求める、しかも本来生まれ持った自分の声を忘れて、歌のために声を作るということ自体がそもそも何か矛盾を感じる。学ぶべきは声ではなくて、いかに語るか、劇場空間で劇場の一番奥の人に届く言葉っていうのはどういうのか、そのことをやはり学ばないといけない。大きな声も小さな声も、大きな言葉も小さな言葉も劇場の一番奥の隅の人にきちんと届くということが何よりもやはり大事であると。大きければ伝わるではないというところですけど、そうするとやはりこの発音ですとか、そうまさに発声というところが非常に大事になってきますね。そうですね。発声という、こと、普通はどうしてもまず声ありき、まず声の勉強をしなければいけない、そのことからだんだん言葉は二の次になる。例えば母音練習でも「あ」でしか発声練習をしない、大きなこれ課題ですね。「あ」で歌えるわけがないですね。せめて母音は「あえいう」を「う」という母音があります。それ以外にドイツ語ですと「う」にウムラウトがついたですね、いろんな問題、たくさんの言葉が母音にもあります。そういった母音だけではない、さらに子音も大事にしなければいけないという、そういう大きな課題もあります。これを声に頼るととてもじゃないけどそう言い切れない。まずしっかり言葉を、今のことを考えたところで作曲家の描いた思いを込めたメロディーに乗せることができるかということがポイントになりますね。感情を込めるというよりも、その言葉の発音をきちんとすることで聞き手はいろんな想像をそれぞれがするというところで、そうですね、それすごく大きな課題ですね。その感情を込めすぎるとですね、音楽っていうのはやっぱりメロディーっていうのはどうしても自分の感情を込めて歌いたいっていうどうしても先入観がありますが、もう本当にポロッというぐらいの方が案外伝わる。でも劇場空間ですからフォルテで言うこともある、ピアノで言うこともある、その時に感情がガッと入りすぎて声が詰まることのないように心がけて歌うってこともまた大事ですよね。よく子どもたち発表会などで声が小さい子に先生がもっと大きな声でって言ったりするんですが、そうすると余計力が入ってしまって小さい声になってしまうんですけど、一番後ろにいるほらお父様とお母様来られてるでしょ、あそこに届くようにっていうときちんと届けようという意識が働いて、そこですね、声を届けるのではなくて、その言葉を通して例えば伝えたいという、そういう思いがピアノでありフォルテであるわけで、あんまりがなるだけが全てじゃないですよね。やはり伝えるっていう気持ち、そうですね、意識の改革というのが非常に大事になってきますね。歌う前に心がけたらいいことなどがありましたら教えていただけますか。私は思うのには、歌というのは昔から言われますが体が楽器と言われます。ところが現代はどちらかというと体よりはこの顔の顔面ですね、顔を中心として歌うことが多い。
顔でここで口で語り歌い、それを伝えるのでは楽器は8頭身であれば8分の1でしか声を伝えられない、それを足の裏まで頭骨から背中で全部響かせて、伝える。ピアノでいうと弦の下に共鳴板があります。この共鳴板がないピアノは弦がいくら鳴らしても鳴りが悪い、共鳴板があるから鳴る。人間の声も声帯を鳴らしてしっかり声を出して前に歌ってもそれは喉が声帯が苦しむだけで、やっぱり共振させるこの骨が必要だと、ここが響くと、いいですね。これは例えば「こんにちは」っていうのと「こんにちは」っていうのでも違いがありますね。そうですよってそうですよっていうのもその違いがあります。これは能狂言が日本では伝統的にありますが、この裏船に帆を上げてこういうのと、これがもう本来あるんですね。体を楽器、歌舞伎もそうですね。マイクを使わない、しっかりと楽器を鳴らすと私の痩せたこの言葉でも響いてくる。やはりその体を日頃使っていない筋肉といいますか、筋といいますか、今骨ということをおっしゃいましたけど、そういった日頃使っていない部分をよほど訓練しないとなかなかそのベルカントということにはならないのかなって今伺って、これは普段やはり心がけていないと、楽器は後ろなんだっていう、その共鳴は後ろなんだって、バイオンっていうんですね。やっぱり単音では「あーあーあーとこう楽器が鳴ってくると、その音ではないもう1オクターブ下の響き、第2バイオンっていうのはこう鳴ってくる、上のバイオンもありますから、そういったバイオンを生かすためにはすぐはならないんですね。やっぱり意識改革です。まさかそんな後ろになるなんてっていう考え方からまず排しないと、なかなか思いが伝わらない。ですからまず楽器を鳴らすんではなくて、鳴るのをまず頼むよ、私一生懸命こっちで歌わないから頼むね、楽器鳴ってくれるよね、待ってるよっていう、やっぱりお願いするぐらいの気持ちがないと楽器っていうのは鳴らない。こうなんだって思ってるとそこしかならないもんなんでね、それをそうじゃない、もっと全部助けてくれるんだ、そうするとふわっと深くて優しくて柔らかい、それで力強い声がポーンと劇場の一番後ろまで届くというふうに考えるのが、私の考えな思いなんですけどね。まずできることとしてはまず伝えたいという気持ちをそうですね、まず持つことからですね。まず遠くの人に普段の会話ではない劇場空間でこの声で届くだろうか、歌詞をきちんと発音する、言葉を届ける、言語のポジション、それぞれその人の一番疲れない、長く喋っててもかすれない、そういった自分のポジションがあるんですね。そこを見つければ、そこで語れば相手にも大きな声でも小さくても届くことができるというふうに思いますね。今ポジションっておっしゃいましたけど、自分にとって一番いいポジションってあることに気づいてないんですね。そうなんです。自分の世界に一つしかない私の声を皆さん大事にしてもらいたい、それを見つけてほしいなと、そこから始めればいくつになっても語ることと歌うことは可能ではないかというのが私の考え方ですね。届いて、そしてまた向こうの気持ちを受け止めて、それこそコミュニケーションができれば、そうですね、歌の中でコミュニケーションができれば、思いを伝え、それを感じてもらえれば、そこに一体感が生まれると思いますね。やっぱり歌は幸いまっすぐで、特にコンサートはまっすぐで歌えますので、姿勢を良くすると健康であり、そこから健康な声が生まれる、自分の伸びやかな声も生まれるっていうふうに考えますね。先生がいくつになられてもお元気でいらっしゃる秘訣も分かったような気がします。もう少し頑張って歌いたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。